こんにちは、まるみです。今日はロゴスのマイナス15度になるタープを買ったので、本当に涼しくなるのか実験しに来ました。せっかくなので、あえてのこの日当たりがめちゃくちゃいいところでタープを張ります。今日貼るこのタープはロゴスから出てるソーラーブロックヘキサタープセットというものです。簡単に言うとタープの裏地が黒くなってて、このね日差しをブロックしてくれるから最大でマイナス15度まで、なので30度だったら15度まで暑さを下げてくれるっていうタープなので、今日ね今気温が多分36度ぐらいなので21度になったらめちゃくちゃ嬉しいなと思います。まず重さが 4.3 キロで、収納したサイズだと幅が62センチ、奥行きが14センチで、高さも14センチです。じゃあ早速開けてみます。今日ね初めて開けるからこんな感じです。説明書が中に縫い付けてありますね。このタープにはポールとペグとロープ全部付属されてます。紐はこういう結ぶタイプですね。カチッとできるやつではなかったです。カチッてできるやつの方がね正直楽なので、これはちょっと悲しいな。で広げるとすごいしっかりしたマニュアルが入ってますね。ポールはこんな感じで中が針金というかでつながってます。ゴムタイプじゃないのでパチパチパチってなるやつじゃないけど、組み立ては簡単そうです。ハンマーも一応入ってますね。ありがたい。でロープはポール固定用の8メートルのロープが2つと4メートルのロープが4つの計6個入ってます。よかった安心で、ペグがこういう、ちょっとしょぼめですね。長さはあるけど先が尖ってないので、今日みたいな土ならいけるけど、一応今日自分でペグ持ってきたんでね、そっちを使います。多分これだと強風吹いた時とかちょっと危なそうなので、こんだけ入ってればペグさえねちょっと良さそうなやつ使えば問題なさそうです。よし、じゃあロープほどいたらタープを組み立てます。今ね太いロープをほどいたら2本しかなくって、残り4本どこって思ったら、最初からねタープにもうこうやってくっついてたのでめっちゃありがたいです。よし、じゃあ貼っちゃおう。今からねここにタープ貼るんですけど、気温はね現在 36.4 度、これがねマイナス15度だったら21度ぐらいまでいくのでちょっと楽しみです。ポールが日に当たって真っ黒だからすごい熱持ってて暑い暑い。結構今日風が吹いてますね。風がある分日陰ができたらねかなり涼しいと思います。ちなみに今気温は 37.5 度です。暑い。無事タープを立てれました。もうね真下が本当に日陰がね結構強くて、一切日の光を感じないので本当建物の下にいる気分でした。じゃあね日陰の下をセットしてきます。今ねタープの下はこんな感じで、日差しのね暑さは全く感じないですね。しっかり暗い影ができてます。ただね付属のペグはしょぼいから自分のペグ使うって言ったんだけど、自分のペグが全部で5本しかなくて、だから辺とかね付属のペグを使ってるんでちょっと怖いなと思います。で気になるのがちょっと映るかわかんないんだけど、小さい穴がね123パッと見だけで4箇所あって、なんか新品で今日開けたばっかなのにもう穴が4箇所開いてんのはちょっと悲しいですね。でサイズは幅が440センチで、奥行きが430センチ、高さが200センチです。今日みたいに日差し強くても風がある日はこうやって影があるだけでかなりね涼しさを感じられるんですが、今タープ張って20分ぐらいこの下にいるんですけど、気温がね34度からほぼ下がりませんね。最高が
38.9 度なので、4.4 度下がっただけでマイナス15にはちょっと程遠いかなという感じです。多分ね、いろんな条件があると思ってて、今日は多分日差しも強いし、あとね、風もあるけど結構熱風で気温自体が高いから、日差しだけじゃ温度が下がらないのかなという、期待してたよりも全然暑いので、ちょっとね、買ってショックだなっていうのが正直な感想です。本当はね、今からここでお昼ご飯のラーメン作ってのんびりしよっかなって思ったんですけど、もうちょっとね、ペグがね、しょぼいペグなので、いつこの風でピュッて飛ばされて、タープがペロンペロンになって、ここで使ってる火で火事になっても嫌なので、ちょっと涼んでから、もう今日はね、お開きにしようと思います。じゃん、3コインズで買ったかき氷機。実はね、さっきちょっと足がしびれ始めて、なんかふらついて、これちょっと熱中症気味かなと思って、急いでポカリ買って塩コショウを舐めて、塩コショウが甘かったから、これはいかんって思って、でもう帰ってもいいんだけど、実際にタープ張れて気温がどれぐらいか分かったし、でもね、ちょっとかき氷で体を冷やしてから帰りたい。38度とかね、9度とかある気温の中でね、キャンプすると本当熱中症危ない気がした。前38度の中でキャンプした時は、日差しは強かったけど、日陰になればもうちょいマシだったのに、今日は風も熱風だから、ちょっとね、命の危機を感じるレベルの暑さなので、デイキャンプやってる人結構いるけど、みんなすごいな。ちょっと軟弱者はかき氷食べて退散します。今ね、帰ってきてちょっとゆっくりして体調が整ったので撮影を再開しました。今回ね、ちょっとロゴスのタープを張ってみて、思ったより温度がね、下がらなくて、結果はね、4.4 度ぐらいマイナスになりました。最大マイナス15度を歌ってるタープなんですけど、その理屈っていうのが、タープの裏側がUV カット率が 99% で、遮光率が 100%。なので、日向と日陰で気温の温度差が最大でマイナス15度になるよっていうものなんですけど、そもそも今日気温自体が高くて、日陰であっても気温が高いっていう場合は、あんまり意味はないまで言わないけど、効果として薄いかなと思いました。なので、例えば標高が高かったりとか、北海道とかね、気温が涼しいところで、ただ日差しが強いから暑さを感じるっていう時にはすごいいいタープだと思うけど、そもそもただ暑くって日差しを遮れただけでも、気温はちょっとは下がるけど、結果暑いよねっていうことで、4.4 度落ちたのも良かったのかなっていう感じです。ただね、すごい期待して買ったから、マイナス15度までいかなくても10度ぐらいは落ちるかなって勝手に思ってたから、ちょっと期待外れでしたね。ただね、本当に日差しは遮ってくれてるので、建物の下とかの日陰にね、入れる感じがしたので、布一枚でそこまでね、日差しを遮れるのはすごいなと思いました。で、耐水圧が1600ミリなので、豪雨になるとわかんないけど、ポツポツ降る雨ぐらいだったら問題ないのかなと、個人的に思います。ただね、夏に多いゲリラ豪雨はどうなるのかなっていう感じです。ただね、ゲリラ豪雨最近ね、雷伴うので、雷の場合そもそもタープのポールがね、危険なので、雷になったら車の中に逃げるとか、徒歩キャンプだったり、バイクとかで車ないよっていう場合は建物、トイレでもいいけど、木の下に逃げるとかはね、危険なので、そういう高さあるものから離れた方がいいです。地震、雷、火事、親父でね、2番目に危険なのでね、私はね、雷が本当に嫌いです。ちょっと話それちゃったけど、このロゴスのタープで思ったのが、やっぱね、サイズが大きいから、今回1人だったら十分だし、4人ぐら
らいまではね、広々使えるかなって思います。ただまあ5人6人ってなってくると、ちょっと日陰がね、タープの広さよりちょっと狭まっちゃうから、端っこの人はね、日陰にならないかなと思いました。なので4人ぐらいが個人的にはおすすめです。あとはね、今回ね、ペグが、付属のペグをね、何本か使ったんですけど、まあ、やっぱね、付属のペグはちょっと弱いなと思いました。最後、ちょっともうほんとフラフラになりながらね、軽い熱中症気味だったんで、もう動画撮らずに撤収したんですけど、もともと自分で持ってきたチタンペグだったら、結構引っこ抜くのも力いったのに、付属のペグだと、ピュッて簡単に抜けちゃったので、時々突風吹いたりとか、そういうのもあり得るので、まあ、ペグは付属のペグじゃなくって、自分でね、単造ペグだったり、チタンペグだったり、ちょっと丈夫なね、ペグを用意した方がいいと思います。あとね、重さは 4.3 キロなので結構重いです。まあ多分その裏地のね、火を通さないような部分ができてるので、多分それでね、重さはどうしても出ちゃうのかなと思います。なので、もうこのタープに関しては、ほんと日差しを避けるっていう面では100点だけど、それ以外は、っていうところが結構多いなって個人的に思いますね。やっぱ重いし、ペグはしょぼいし、で、耐水圧もまあ、1600で、悪くはないけど、私持ってるの3000とか4000とかが多いので、日差しよけ以外の面、例えば真冬にキャンプするとき持ってっかって言ったら多分持っていかないかなって。ただ真夏の時期はキャンプするよっていうときは、やっぱりこういう日差しをよけれるのは1個あるといいなと思いました。値段はね、18,000円ぐらいで Amazon で買ったので、18,000円かっていう感じではあります。あとは、個人的に一番ショックだったのはやっぱりね、穴なのか、日が漏れてた箇所が4箇所あったのはちょっとショックでしたね。で、Amazon のレビューを見てても似たようなこと書いてる方もいたので、ちょっと個人的に新品で1箇所ならまだしも4箇所はちょっとなーっていう感じです。まあ、せっかく買ったのでね、これからね、夏のキャンプ行くときは持ってこうと思います。なので、持ってくんだったら、ちょっと標高高いとか涼しいエリアで、あくまでも日差しが強くって辛いっていう時には適すけど、今日みたいにそもそも気温が38度だよっていう、日差しを遮ったところでどうせ暑いよっていうところだったら、ちょっとは意味あるかなぐらいだけど、過信しすぎるのは良くないなと思いました。ちょっとね、過信しすぎて、ほんとタープ張ってる時点で汗だくだったんだけど、もうタープ張り終わったら、涼しさが待ってるから頑張ろうと思って、あんまちょっと水分取ってなかったのもあって、ほんと途中いきなり筋肉痛が起こり始めて、で、ふらつきとめまいがしだして、これはちょっといかんなって思って、自販機があってね、そこにポカリがあったので、もうポカリガブ飲みして、で、それでもちょっとなんかまだふらつくなってことで、塩コショウ持ってたから塩コショウを舐めたら甘くて、これはちょっとよろしくない熱中症気味だなっていうことで、ちょっとね、かき氷食べたりして体冷やしたんだけど、それでもやっぱりふらつきと筋肉痛が、足とかも結構痺れてきて、これはまずいなってことで、もう撤収シーンとか撮る余裕もなくババババって撤収して、もうすぐ車乗り込んで、車のエアコンガンガンにして、涼みながら家に帰ってきて、ちょっと家でもね、体冷やしながらゴロゴロして、やっと回復したんですけど、ちょっと待って、これ何の話？タープの話関係ないけど。ちょっとね、こういう夏のキャンプって、気温が高い中、無理していくと、やっぱり熱中症のリスクあるなって、今回身に染みて、キャンプって言ったら夏のイメージが強いから多分気軽に行く人多いと思うんだけど、行くなら本当熱中症対策大事だなって思いました。今回私は本当、タープ過信しすぎたのと、タープ張ってお昼ご飯作ってコーヒータイムして帰ってくるから4時間5時間ぐらいだし、そこまで重装備しなくていいかなって思って簡単なもんしか持ってかなかったから、実際自分がねこんなにちょっと熱中症気味になって、これ本当に死ぬかもっていう危機を感じたので、夏のキャンプ行く方はね、気温を本当に舐めないで中止する勇気も必要だと思います。で、行くなら本当に標高高いとこにぜひ行ってください。標高高いとこで快適な中キャンプをしてもらえると夏のキャンプも楽しめると思います。あと全然関係ないけど、ちょっと女性にねおすすめしたいのが、ファシオのファンデーションが汗とかに全然崩れないっていうことで使ってみたんだけど、あんだけね汗かいてて、顔もね汗かいてたのにあんま崩れてなくて、もう汗だくの状態で帰ってきたのに、今化粧一切直してないけど、ほとんどね、化粧し始めの時と変わらず崩れてないからね、ファシオのファンデーション、高校以来ファシオ買ったんですけど、すごい優秀だなって思いました。なので、これがもう参考になったら嬉しいです。ということで、今回はロゴスのタープのレビューと、ちょっと熱中症危険だよっていうのと、汗で崩れないファンデーションの紹介っていう謎の動画になりましたが、今回は楽しかったっていうか、命の危機を感じたので、夏のキャンプ、舐めちゃダメですね。冬のキャンプはね、もう寒いから投資するかもっていうね、
危機感持っていけるんだけど、夏のキャンプでどうしてもついね舐めがちで熱中症気味になって危なかったなと反省してます。次ね行く時はちょっと気をつけようと思いました。ということで今回の動画がどこかの誰かの参考になったら嬉しいです。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Twitter と Instagram と TikTok もやってるよ。